皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋オーツで対局実況解説の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方をやっていきたいと思います。あなたが後手です。はい、今回ね、読み合い加藤一二三九段にしてあります。今回ね、マッチング早かったですね。2六歩ですか。じゃあ3四。これはですね、ちょっと早めに飛車先をついてきましたね。で、3四歩ですか。どうしますかね。じゃあ4四歩ついて、じゃあちょっと四間飛車でいってみますかね。四間飛車で。はい。四間飛車。はい。四間飛車です。じゃあ、どうしましょう。王様上がって、ちょっとね、今、バラね、美濃囲いか、どうしようか迷ってます。どうしようかな。じゃあ、穴熊でいってみますか。ね、穴熊にしましょう。振り飛車穴熊、四間飛車穴熊を目指していきます。ちょっと変わった手ですね。6八金。まだちょっと、で、王様囲う手ですよね。じゃあ、ここで。一回金上がっちゃいますか。4三銀とね。これまだ7二銀の余地残してるんですが、これは、これ、統治家囲いですね。これ、2回目ですね。前々回かその前ぐらいの動画でもあった指し方ですね。これは、ちょっと穴熊はね、その時穴熊で戦ったと思うんで、ちょっと予定変更して美濃囲いで、はい。前回確かね、統治家囲い、ミレミアムという形に対してね、穴熊で戦ったと思うので、ちょっと変えてみました。美濃囲いでね、対応してみます。そうですね、この形がね、角を脱出して桂飛ぶのがこの形のね、特徴です。さあ、どうやって戦おうかな。いろんな戦い方でちょっと5四歩とね、この間のね、前回の戦いの時は、穴熊にして、銀を5四銀という形だと思うんですけど、ちょっとね、変えてみます。飛車を打って中飛車に組み替えるという。ちょっとね、私も、あんまり振り飛車で、ミレニアムと対決すること、私自身が居飛車党のあんまり経験が実はないんですけど、ちょっとね、この形、振り飛車党の方がね、指されてるのをね、よく見るので、ちょっと採用してみます。これちょっとね、狙いを一言で言うのは難しいんですけれども、感想戦編でね、解説編の感想戦じゃない、解説編ですか、すいません、解説編の方でちょっとご説明できればなと思います。これ5にしただけだとね、まだ何にも飛車角が効いてるんですけど、これね、3二金と上がって、この手がね、この形、つなぎ中飛車に組み替えるのが狙いなんですよ。ちょっとね、変わった形なんですけど。どうでですね、これ4五歩取って突こうってことなんですけど、すぐ突いちゃうか、1回していきますか。すぐね、この6五歩をね、4五歩ですか、これを狙ってですね、突いてみましょう、じゃあ。ね、これをやりたくてね、組み替えたんですよね。金上がっとかないと、飛車先がね、突破されちゃうんで。簡単に言いますね、シンプルに言うと、王様ミレミアムって穴熊みたいですよね。穴熊みたいな形なので、中央がね、薄いんですよ、中央が。もう、薄いって、もちろん銀はいるんですけど、中央がね、低い形なので、この5筋のあたりが手薄なんですよね。その手薄な5筋を狙っていくってことです。もうすごい、シンプルな説明ですと。はい。で、これで、この5筋がなんとなく薄いですよね。なので、それを狙っていってます。金上がってるんで、こうついて。なんとかお分かりいただけますかね。中央が若干薄めなんですよ、薄め。ね、こうやって、引いてね。この銀が1枚で支えてる形なので、そこを狙っていこうというね、作戦なんです。そうですね、これ今ね、金上がったじゃないですか。これ上がってくれると、一回端っこがついて、これはちょっと様子見なんですけど、上がるとね、先ほど硬かったんですけど、組み替えですよね。相手の方でもすごい強い方ですね、この2手は。ミレミアムから組み替えですよね。私の方がシフトしたチェンジしたんでね。どうしようかな。迷いますね。こちらもね、そうやって丁寧に指されるとなかなかね、ちょっとうまくいくか分かんないですけど、やってみますかね。飛車を回る手もあるな。飛車回る手もありますね。飛車回ってみますか。飛車回ってみますか。でもこれ角打つってあるな。角打たれちゃうかな。これ飛車先をね、逆襲する狙いです。角打たれちゃうかもしれないです。ちょっと手拍子だったかもしれないです。角打たれて、角打たれたら角打たれて戦いましょう。
これね飛車先を逆襲する狙いです。まあ正しくは今金寄った方が良かったですね。多分ね金寄ったりして指した方が良かったですね。これもちょっと解説編でやりたいと思います。まあこうね後継なんですけれども、角と持ってどうね、あ、そっちはさ、それだと金を寄っとくか角打っちゃうかな。ついて角打つ。いや難しいんですよね。金寄ってまあじっくり指しますかね、金寄ってね。この今ねここに角打つ手が一応あったんで、それをね嫌だ手だったんですけれども、相手方打ってこなかったんでね。これは結構渋い将棋になりましたね。どうしよう。なんか動いていきたいですけど、ついて角打っちゃおうかな。行ってみますか、もう思い切って。どうなるんだろうな、ついて角打つ。いや、うまくいくかね。ちょっとやってみますか。ちょっとね、うまくいくか。で角を打ち込んで、どうなんだろう、飛車浮いて歩打つ。いやー、微妙か、角打ったんちゃうかな。まあ、単に歩を打つかどっちがいいかですね。単に歩打ちます。7分。ね、これ飛車先をね、逆襲していこうってことです。狙いはね、こう単純ですよね。ただね、こう銀冠すごい硬い形ですよね。あれこれね、私が多分、逆に居飛車側の時にね、よくこういう将棋を大勢指したと、ここまで将棋あったと思うんですけど、逆の立場ですね。この銀冠がとっても、まあ、こちらの、ね、2枚の片身の囲いより硬いんですよ。硬いので、こちら側で今ね、さぞかしうまくいってるように見えるんですけど、こっちで相当稼がないと、玉形の差でね、後半、まあ、追い込まれるんですよね。はい、追い込まれることが確定的というか、玉形に差があるので、まあ、こちら側でね、もう慎重に指さないとダメです。こう、もう、うまくいった、うまくいったなんて喜んでると、居飛車側のね、この銀冠が形がいいんで、あれってあっという間にね、追い込まれるってことがありますね。まあ、具体的に言いますと、こう銀冠なんで、もうすぐこれ、例えば歩は今1歩なんですけど、2枚ぐらい入るとすぐ9五歩からね、9三歩って攻める手なんですよね。はい。まあ私はこうね狙いを進めていくんですけど、今ねこちら6六銀とかあって角打ちですか、これあるなと思ったんですけど、相手が強い方ですね。はい、これはね2つ方法あります。飛車を引くとこういう歩を打ってくるんで、歩をついて軽く戦ってみますかね。はい、これね飛車引く手もあるところですね。これ3五手筋です。でこう飛車を寄って手順に石田流の形です。ただこう打たれちゃうかよく見たら微妙だったかな。まあ、ただこうしてね軽く指してということですね。はい、手筋アップですね。2四歩と打たれる可能性がありますね。まあ飛車を引いた方が良かったかもしれないですね、私の方もね。ちょっと手筋なんですよ、言ってましたけど。まあ形勢はいい勝負ですね。いい勝負です、本当に。あんまりね嬉しい、こちらがね自信あるというどうかですね。でこついてみますかね。ちょっと待ってくださいね、これポンポンやるとね、この辺からね気分よく指してると気づいたらっていうのがありますから。これまあ4四銀もありますね、よく見たら。まあ、こっちの手筋ですね、やっぱりね。これもね、この辺ちょっと言っていって難しいんでね、解説編ですね。解説編です、これは。解説編でやります。はい、まあ今、要はこの飛車がうまくさばけるかですね。でも相手の方は今、ついに8八玉と、ミレニアムの形から、切り替えがね、完成したんで、ここからはね、もう相手の方はもうバンバン戦ってきますから、いよいよ、慎重に戦わないといけない時が来てますね。はい、例えばこれ飛車になる手があるんですけど、もうこう銀冠硬いんでこう角出てくる可能性あるんですよ。ね、例えばまあ受けたんですけどね、こう固まってるんでね、まあ、こう飛車切ってこうね歩を2枚持つとこう9五歩同歩9二歩同香9三歩同香で8五金とかね、こう8攻めするね、この銀冠対この美濃囲いですから。ね、この銀冠対この美濃囲いですから、打ってきましたね、これね。これね、嫌な手なんですよね。金寄るしかないかな。そうですね、これ大きな利かしですね。はい。相手の方からすると大きな利かし。私の方からするとちょっと悔しい手ですね。はい。これいつでもね、2三歩成とね、成り捨てて、例えば同金となるだけでも、先ほど言った金が大きく崩れちゃうんでね。はい。この辺ね、相手の方すごいうまく指しされてますね。はいはい。正直結構、あんまり自信ないかもしれないです。まあ、お手本のようなね、戦い方ですよね。こう、銀冠に組み替えて、厚みがね、違うよという指し方なんでね。はい。ただ、まあ、相手の方も角をね、手放しちゃってるんで、そこがまあネックですかね。私のは角手持ちなんでね、いつでも好きなところにもちろん角を打てるんで、
相手の方はその私の角をねどこに打たれるかっていうのをまあ気にしながら進まないといけないのでね、その辺気を使うとこありますね。はい。ちょっと長考になりましたね。まあこれはすごくわかります、気持ちが。はい、相手の方の気持ちがよくわかります。難しい、相当難しいです、この局面。どうするか。まあ7五銀と出てこの子を狙うとか、まあ8五歩とかね、8五歩とかついておくってあるんですけど、8五歩はこう、8攻めがね、消えちゃうかもしれないので、まあ8五歩とつくと、後々8四歩からこう玉頭を攻められる可能性があるんですが、こう今言った8五桂の端攻めが消えるという、まあ、デメリットもあるので、というところでしょうね。その辺ですよね。はい。いや、これはね、長考ですね、かなりの。そうですね、7五。これはまあ、この角使おうってことですね、考え方として。はい。さあ、ここでどうするかですね、6三銀と頑張っちゃうか、頑張れるかな、6三銀と頑張るとまあそうですね、この歩取られたけど6三銀です。6三銀で頑張りきれるか、まあ歩を取らして戦うという考え方もあります。まあ歩を取られるのは嫌かな。銀と出てきて、その時にね、まあイメージとしては5二銀といて6四銀で出させて反発ができればってことですね。そうですね、あとこれ1七桂って狙いが一応ありますね。これ1七桂と飛ぶ形があるので、それを警戒しないといけないですね。銀を引くと銀が出る。そこでどうするかですね。私の方も情報ですね、これね。はい。どうしようかな。難しいですね、本当に将棋は。銀を引く、銀を出る。それにどうするか。どうするか。まあ、銀引きますか、でもね。これはですね、こう6四銀はこう、まあ6三銀と頑張る手もあるんですけど、ちょっとやっぱり離れ駒だらけになるのが怖いということで、まあ6四銀歩や上げるんですけど、まあちょっとその後、まあおとりってことないですけど、それを取らせて戦うって考え方です。強い方ですね、相手の方ね。上げるよって言ったらこういらないよってことですか。まあ金上がりますか、じゃあね。まあこれで、ね、6三銀って上がるより得でしたよね、こうね、畳のなる。ついてきました。でもこれは、まあ同歩ですね。これ同銀はちょっと危ないですよ、角打たれちゃうから。これね、同銀って取りたいですけど、同銀と角打たれて飛車銀で踊りがあるんで、先ほど言ったね、私の方だけ角を持ってるという。あと何分？うわー、すごいですね。バンバン来ました、バンバンね。これはもう一歩も引かずにね、だからこれがあるんですよね。もう本当繰り返しなんですけど、序盤ね、こちらがね、石だけできて気持ちいいなって言ってたんですけど、こう玉形にね、差があるんでね、こういう攻めがね、来る。ただこれを受けきれればね、面白いですね。銀です。すごい力強いですね。ただこれはどうだろうな。銀上がる手もあるし、取っちゃいますか、こうやってね。これ銀で角打ってるんでね、下がりましたね。これは少し得しましたかね。逆にね、下がらしたんで、はい。どうしようかな。銀上がって、厚く組みましょう。これね、1七桂っていう手があるんで、それをね、実はやられるとちょっと嫌なんですけど、からやってこない。ちょっとここ傷になりました。先ほどね、こう、やる前はすごくいい形だったので、ね、やるっていうのは、こう、相手が攻撃する前は、銀冠いい形だったんですけど、動いてしまったんで、私の方がこれね、7二金となると銀冠ですよね。なので、玉形の厚みがね、これ逆転する可能性があるんですね。この先ほどまでは、相手のね、方の方が、なんていうんですか、後継で貯金がありましたって話したんですけど、これはこう受けましてね。で、こう、なんていうんですか、玉形がこう、どんどん、そうですね、今こうなったんですけど、これね、どんどん取ってって、これあれですよね、逆襲が成功しましたね、はい。そうですね、これ香打つってますけど、同香成の方がよりきつそうです。これで香車打つと相手方ね、不切れなので、本戦投了になりました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋ウォーズの対局編をお届けしました。戦型はね、試験飛車に対して相手の方が統治下ミレニアムとね、呼ばれる形で、対抗してきまして、非常にね、難しいって言って難しい中盤戦になりました。ちょっとね、急に最後の、10手ぐらいでですね、急に差がついたので、そちらの方もね、解説編でゆっくりね、ご説明できればなと思っております。はい、この番組が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。